アナザーダンジョン異文昇格物語一ボス人魚ダリアの世界一わかりやすい解説です。マーカーは図の通りです。早速参りましょう。の前に2つお断り。1つ目、今回の動画は従来の動画の趣旨である野良の主流解放の集約というよりは当固定の攻略法を踏まえた一例紹介という趣旨で作成しています。細かい優先順位などを気質の動画に合わせてないため、採用有無採用箇所は取捨選択ください。2つ目、今回は映像と図の3回がずれていますが、全て映像ではなく図を優先ください。映像の3回は内輪乗りで解いた残骸ですが、後々考えて負担の平準化や統一感の観点から見直し、図の通り再構成してます。映像はギミックの雰囲気をつかむ目的のみに使用し、3回については全て図を優先ください。では改めて参りましょう。ピアシングプランジ全体攻撃です。この後4人が図の通り四隅に3回します。次のギミック処理はこの隅の4マスだけで処理します。厳密に言うとこの4マスというよりはこの辺だけで処理する意識を持つ必要があるんですが、いずれにせよこれから順にご説明します。コールファミリア、外周に生き物が4種類登場します。エコードセレナーデ、ボスが1種類ずつ生き物を奏でる順に攻撃が発動するので回避します。今回はタツノオトシゴ、チョコボ、カニ、ハリセンボンの順番です。生き物ごとのアンチを見てみましょう。タツの場合直線範囲なので4マスのうちどれかがアンチになります。今回はここがアンチです。たださっき言った通り4マスを使うというよりも全般通じてこの辺を使う意識で避けた方がいいのでこの辺で避けましょう。続いてチョコボの範囲は置いといて対処方法だけ言うと、自分の近くにいるチョコボから離れてここに立ちます。チョコボの範囲はご覧の通り扇なんですが、扇とか意識せずに勝手に回避できます。さらにここに4人に対してクソデカ円範囲が着弾します。ただ4人がちゃんとこのエリア内で動いていれば絶対に被らないので気にしなくて OK です。続いてカニ、タツと全く同じで4マスのうちどれかがアンチになります。ややこしいのが自分の4マス外周に2匹カニがいればアンチが分かりやすいんですけれども、今回のように1匹しかカニがいない場合もあります。その場合は奥側も見てアンチを特定しましょう。ちなみにカニのアンチはタツのアンチの必ず対角になります。これを覚えておくとカニ、タツとか連続できた時に対処しやすいのでご参考まで。最後にハリセン、チョコボと全く同じで自分の近くにあるハリセンから離れてここに立ちます。ハリセンの範囲はご覧の通り半円なんですが、半円とか気にせず回避できるはずです。で再び4人に円範囲が着弾しますが、さっきと同じで気にしなくて OK です。ただダメージが結構痛いので事前にバリアを巻くなり自己防衛なりはしっかりしましょう。最後にボスからの90度扇範囲を適当に避けて終わりです。何も言わずにもう一例お見せします。先へ進みます。チャーミングオーダー全体攻撃に加え全員に強制移動デバフがつき、さらに2人に頭回りデバフがつきます。早い話がアンチ2箇所で2人に分かれて頭回りを処理するだけです。多分見ればわかるので一旦対処方法を見せちゃいます。スイムインエア、ボスが外周ぐるっと回り水玉を残したり残さなかったりします。四隅のうちどこか2箇所玉を残さないのでそこを特定します。今回残さなかった隅は1と4マーカーのところでした。なのでそこめがけてうまいこと2人に分かれて強制移動デバフを使って移動します。マップ中央からスタートすればちょうどアンチにつきますし、ほんの少し動く時間もあるので最悪そこで調整しましょう。これで OK です。で、どう2ペアに分かれるかというと、最初の3回の東組であるタンクと近接 DPS、西組である平と遠隔 DPS で2組に分かれ、タンクと近接 DPS が12時から時計回り、平と遠隔 DPS が12時から半時計回りでアンチを探します。ただし同じペア内で2人とも頭回りデバフがつくこともあるので、その場合は DPS が交代します。調整役が野良解放と異なりますが、4人用のアナザーダンジョンは平の負担を最も下げた方がいいと考えたものです。取捨選択ください。先へ進みます。シースレスカレント、マップ4辺のうち2辺から進行方向に順番に発動する直線攻撃が発生します。まずエクサの交点を基準に図のように3回します。マップ北からの並びは固定にして交点から対角線上に並ぶということです。もしエクサの発生場所がこんな感じだったら3回はこうです。
続いてボスから扇範囲予兆が発生するのでアンチ側へ体をずらします。ここボスの根元あたりを見てないとどっち側がアンチなのか分かりにくいので注意しましょう。扇範囲のアンチ側に体をずらしたら近くにあるエクサ発動を見届けてからエクサの後転側に体をずらします。この動きを全員がやるだけです。エクサ3発目と同時にボスからの扇範囲と4人を対象にした十字範囲が発動しますが、全員がこの動きをとっていれば何も起きないはずです。ただし今までと同様扇範囲は直後に逆サイドにも発動するので逆サイドに体をずらすことを忘れずに。では何も言わずにもう一例。先へ進みます。チャーミングオーダー先ほどと同様です。特に DPS は DPS 調整が必要なパターンか否かあらかじめ把握しておきましょう。三剣トレジャー丸い泡2つとドーナツの泡4つが発生します。今回は丸い泡が東西に発生しましたが南北に発生するパターンもあります。いずれにせよ結論から言うと丸い泡が割れなかった側のドーナツ足元2箇所がアンチです。で口で言っても伝わりにくいので動画見てみましょう。割れなかったのは左側なので左上と左下のドーナツがアンチです。ここにさっきと全く同じ優先度で2ペアに分かれて入ります。今回は扇範囲も複合するので注意なんですけれども、範囲の発動までに猶予があるので気合で調整しましょう。もちろん扇範囲はアンチ側にもう一発来るので回避を忘れずに。そしてこれがめちゃくちゃ忘れやすいんですが、さっき割れなかった方の丸い泡が後から爆発するので思いっきり離れて回避しましょう。これで OK です。アクアスピアマップが4つに分断され、さらに4人にマーカーがつくので図のように立ちます。立っていた1マスが潰れるのですぐに脱出します。コールファミリア再び生き物が出現し奏でてくるので回避します。今回はカニ、カメ、タツ、カニでした。ここは必ず A、B、C、A という感じです。どの生き物も単なる直線範囲なので見たまま避けます。今回でいうこの亀だけ注意で、手前の亀に安心して左右の亀見落としがちです。アンチは必ず1マスだけになるので意識しましょう。そして今回のカニ、亀、タツ、カニは覚えておきましょう。4発目の生き物の発動と同じタイミングで足元に円範囲が3回発生するので3回適当に捨てた後各自持ち場のマスに立ちます。ただ3回目の円範囲で持ち場のマスを潰さないようにやや迂回してから持ち場のマスに立ちましょう。バーンってなりますが全員がちゃんと持ち場についていれば大丈夫です。参考までに何が起きてるかというと、各自の立ち位置を起点に十字に攻撃が飛んでます。全員この持ち場につけば自分の分の一発しか被弾せずに済むという話です。そしてさっきのカニ、カメ、タツ、カニが予兆なしにアンコールされるのでもう一回避けます。最後に扇範囲を避けて終わりです。この辺りで4人ともボス足元近くに軽く集合しておきます。水の鎖最後のギミックです。パターンによって難易度が変わるのでまずは簡単パターンから。全員に互いに近づかないとダメージを受ける鎖か、互いに遠ざからないとダメージを受ける鎖がつきます。緑色の水の鎖円なら互いに近づく、青色の水の鎖金なら互いに離れるではあるんですけれども、矢印の言う通りに近づくなり離れろっていう方が一番判断しやすいと思います。今回は2組とも互いに近づくパターンです。そしたら1組ずつなんとなく南北で分かれて互いにどっち行くかアピールをしておきます。再び丸泡とドーナツ泡が出てきますが、さっきと同様ひび入らなかった丸泡の近くのドーナツ足元2箇所がアンチになります。おそらくここは南北で必ず1箇所ずつアンチが発生します。そしたら1組ずつそれぞれのアンチに入るだけなんですけれども、まだ焦って書き込まないようにしましょう。というのもさっきと違って足元に3回円範囲ができるので3回捨ててからドーナツの中に入ります。
これで OK です。ついでに2名に遠範囲攻撃が着弾していますが、この簡単パターンの場合は気にしなくていいはずです。で、忘れてはいけないのが、ひび割れしなかった方の水砲が遅れて割れるので、線つながってる人同士離れずにアンチへ駆け込みます。そろそろ動くと間に合わないので大胆に動きましょう。これで OK です。続いてのパターンは離れる&離れる。これが若干めんどくさい。互いに空気読んで南北に離れるだけではあるんですけれども、このままだと遠範囲デバフ持ちが北2名とも行っちゃってるので NG です。ただどっちがどっち行くかチンタラしてると鎖から離れろよって怒られるので、とりあえず何も考えずボス竹下がいぐらいに離れましょう。で、離れた後に改めて遠範囲デバフの偏り具合を確認して、偏っているようであれば一組がくるっと回って調整します。どっちのペアがどう回るかっていうのは近接 DPS とその相方の2人が時計回りに回ると一応決めときますが、そこそこ時間的猶予あるのでいい感じにやればいいと思います。あとは同じで足元遠範囲3回捨てつつアンチへ駆け込むだけです。ただし離れる&離れるの場合、この後さらに1点注意が必要で、後に割れる水砲が今回のような配置の場合は普通にお互い真横に動けばいいんですが、後に割れる水砲がこのパターンの場合同じ方向に駆け込むと接近してしまって死にます。この時は必ず時計回りに動くようにしましょう。そして最後も面倒なパターン、近づく1組離れる1組の場合、離れる1組の場合はお互い空気読んで南北に離れるだけです。で、近づく1組の方なんですけど、南北どっち行ってもいいかっていうとそうではなくて、離れてる人の遠範囲デバフがついてない方に移動しなければいけません。そうしないと遠範囲デバフがかぶって死ぬためです。デバフ欄を見て南北どっちに行くか判断しましょう。もしかしたら離れる1組2名両方に遠範囲デバフがついてる場合もあるかもしれませんが、その場合はどっち行っても OK なんで空気読んで動きましょう。ちなみになんでこういう処理法にしたのかの考え方を書いておきます。興味ある方だけどうぞ。後の流れは同じなのでとりあえず流すだけ流します。これで OK です。以降は全体攻撃の後時間切れです。解説は以上です。今後もファイナルファンタジー14の攻略動画作りますので、今回の動画が参考になりましたらチャンネル登録お願いします。動画化の際は X で速報します。そちらもフォロー何卒。では宣伝したのでカンペどうぞ。頑張ってください。